はい、こんにちは。画家の大塚明則です。今回は、ちょっとこんなものを作ってみました。ちょっと画面に出てるかな。有名な日本画家さんの人物年表っていうのかな、そういったのを作ってみました。興味ある人いるかなと思って、面白そうだなと思って作ってみたんですけど、こういうのを見てね、誰々と誰々が交流あったのかなとか、誰々の弟子が誰々でとか、誰々のね、先輩後輩がこの人でみたいなのとかね、妄想するとちょっとね楽しいですよね。まあそういったことでね作ってみたんで、よかったらねこれちょっと見てみてもらおうかなと思いました。でまずね、この年表明治以降の有名な日本画家さんたちを大体書いたんですけど、基本的に日本画っていう言葉が生まれたあたりからを基準にしてます。それ以前のとかはねちょっと割愛して、で、あと、この加納法外と橋本画法さんですね。ここら辺からね、日本画っていう言葉で、技法で定義つけて、ジャンルが認知されて、ジャンルができたという感じなんですけど、ここら辺から書いてあります。で、あともう一つ、浮世絵系の人は省いてるかな。ちょっとね、人数が膨大になっちゃうんで、浮世絵系は省きました。まあ理由としてはね、まあさっき言ったように人数が多くなっちゃうっていうのと、あと、浮世絵ってなると、まあカテゴリー的に日本画の絵画っていうよりは技法的には版画っていう扱いに近くなっちゃうんで、まあ、これもちょっと割愛させてもらいました。上からざっとね説明っていうかな、僕の知ってるものとかちょこっと加えていってみようかなと思います。上からねいきますと、菊池良斎さんがねちょっとね頭一個飛び出て世代がちょっと違うんですけど、この菊池良斎さんより若干さらに前になると、つっても10年とかそんなレベルですけど、10年20年のレベルかな、葛飾北斎とかがいる感じなんですけど、まあ絵画的な傾向が強い菊池良斎さんを描いたって感じですね。菊池良斎さんの弟子にちょっと下の方にある松本風子とかが出てくるんで、ちょっと菊池良斎さんを描いたんですけど、基本的には日本画っていう言葉ができたのはこの加納崩壊とか橋本画法さんあたりからになってきますね。でここら辺から日本画っていうジャンルで絵画業界がスタートするっていうのかな、そんな感じなんですけど、でこの橋本画法とか下の方に行くと橋本画法とか四天王って言われる横山大観とか、まあ、菱田春草、下村勘山、西郷古月って出てくるんですけど、これちょっと見てみるとね、画法四天王とかといっても横山大観って結構先輩なんですよね、この他の3人より。で他の3人よりずっと長生きしてるっていうのがちょっと面白いですね。横山大観が一番やっぱり長売れてる画家さんで、まあその理由の一つにね、やっぱりね長く活動してるっていうのがねあるんじゃないかなと思います。大事なんですねやっぱり。なんかねちょっと話変わりますけどね、よくこの日本画の業界って絵の具の習得にね時間がかかるんで、一人前になるのがすごく時間がかかる業界って言われてたんですけど、結局作家として名が上がるのはその粘り強く長く続けたやつが名を残すみたいな言われ方もしてたことというかな、そういった話もねあったんでね、ちょっとねこういったのを見るとね少し分かる気がしますよね。これ下の方にねちょっとどんどん年代が進んでね、上村松園さん、菱田春草さんね、ちょっと短いですよね。で鏑木清方さんは結構ね長生きしましたよね。鏑木清方と菊池健一ってほぼ同世代で、今村志子も同世代って感じですね。で下の方に行くと、この安田幸彦、前田清尊あたりとか来てもね、横山大観まだご存命なんですよね。全然大活躍してる時期っていうのがあるんで、でこの頃若手でもすごく名の売れた作家さんたちとかはどういうふうにね見てたんでしょうね、この大家さんとも大家の人たちを。で奥村土牛、長生きですね、101歳で、やっぱ下の方に来ると長生きする方がすごく多くなりますね。ただ早見御舟とかはねかなりちょっと短命だったりとかするんですけど、これ早見御舟と小倉由紀さんがね同い年というか同じ生まれなんですよね。僕がちょうど学生の頃に小倉由紀さんが亡くなったかな。これ小倉由紀さんとで、僕が学生卒業して間もなくぐらいに片岡玉子さんが亡くなったんですよ。この2人がすごく100歳超えで長生きしました、長生きした作家さんでね、この片岡玉子さんもご本人がその横山大観との話
どういうふうにおっしゃられたとか、どういうふうに言われたみたいなエピソードとかを語ってたっていうのありますからね。割とそう考えるとすごいですね。僕が生きてた頃にまだ活躍してた作家さんはまた横山大観との交流とかもあったっていうふうに考えるとちょっと感慨深いものがあります。で、番外としてちょっと下の方に、一番下の方に油絵の業界の方のちょっと有名な人をちょっと数名書いたりとかしたんですけど、あと彫刻の人とか、高橋由一は、まあ、大体法外と同い年なんですよね。で、高村光雲さん、彫刻のね、高村光雲さんは大観よりは少し先輩かな。渡辺清帝とほぼ同じ生まれで、黒田鉄拳は大体横山大観と同じっていう風になるかな。で、ここには書いてないんですけど、西洋とかでなると、例えばゴッホとかはね、1853年生まれで、大観と法外とか狩野法外とかちょうど間ぐらいの世代って感じですね。ピカソはねだいぶ近年になって1881年生まれなんで、今村志功とか松岡永久と同じような世代になりますね。でダリは1904年生まれなんで、もうここら辺が片岡玉子さんと同じ世代というのかな、そんな感じになりますね。はい、で大体流れでざっと見てみましたけど、意外とね、古いと思った人が意外と新しいというかな、もしくは長生きして意外と若い作家とおそらく交流があったような位置にいたりするし、後輩になる、ね、作家たちもね割と1900年ちょうどぐらいに活躍した画家さんでも、まだその日本画が成り立ったばっかりの頃の橋本画法だったりとかもが全然存命な時期ですからね、どんな風にね交流というか見ていらっしゃったんでしょうね。そう考えるとねちょっとね面白いというのかな、楽しみがあったりとかするかなと思います。よかったらね、この表なんですけど、動画とかを一時停止して見てもらってね、よく見てもらっていろんな妄想とかしてもらったりとか楽しんでもらったりすると嬉しいかなと思います。ではこの動画はここまでになろうかなと思います。またこの動画がよろしいと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。